Onoha Ito-ryu is the oldest of the many Ito-ryu styles which branched off from Itosai Kagehisa Ito-ryu. Created at the beginning of the 17th century by Ono Jiroemon Tadaki, the Onoha Ito-ryu is a dueling kenjutsu style focused on the kiryotoshi technique, cutting down. The school has a crossed history with many other koryu, including Daito-ryu Aikijujutsu, perhaps even modern Aikido, and is one of the main influences that led to the creation of Kendo. Today, we interview Miyauchi Hajime, one of the main deshi of Sasamore Sensei, former policeman and adept at Onoha Ito-ryu Kenjutsu, Chokugen-ryu Onaginata Jutsu, Shin Muso Hayashizaki Ryu Batujutsu, Shibukawa-ryu Jutejutsu, and Aikido Yoshinkan. To accompany him, Suzuki Yukiko, the niece of the former Soke, and the granddaughter of the very famous Sasamori Junzo, representative at the Kobudo Shinkokai for 3 of those 4 schools, which makes her one of the most remarkable female practitioners of her time. 私は宮内はじめと申しまして、笹森純三先生に昭和38年の昭和39年の10月10日東京オリンピックの次の日に入門いたしまして10月11日に麗楽堂に入門しました。でその後ずっと麗楽堂でもって稽古を続けております。麗楽堂では小野杯東流直玄流林崎流新無双林崎流か新無双林崎流直玄流それから渋川流の実手術と、とりあえずその4流は麗楽堂に学んだものは身につけておかないといけないということでもって笹森先生から直接全部開伝を受けました。鈴木由紀子です。笹森純三の孫にあたります。母頼子が笹森純三の4番目の子供になります。3歳の頃から麗楽堂道場で祖父から稽古をつけてもらいました。また祖父亡き後は宮内先生はじめ直弟子の先生方から稽古を学んでまいりました。私がまだ高校生の頃かな担任の先生がね剣道をやるといいと言われてそれで父に剣道場どっかにないかなと聞いたら父が警察官だったもんですからで最近駒場に新しい道場ができたでそこは小野杯一刀流だということでそこを訪ねろということで行きました。ただその当時の麗楽堂はお弟子さんを取るのに、保証人が2人いないといけなかった。普通の人はちょっと入れない道場ではあったんですけれどもたまたま紹介者が警察の先生だということで私もはかなりすんなりと入門させていただきました。3歳ぐらいからずっと毎週ですね母に連れられて麗楽堂道場で、稽古をずっとしていました。でその後、教会が5年後にできたんですけれども、朝は礼拝午前中は教会で礼拝で午後は稽古夜までずっと祖父母と一緒に過ごすっていうそういう毎週日曜日そういう生活をずっとしてきました。すること稽古そのものがやはりその人間形成の道につながるもんだろうと思ってますね。立ちを振るということがまっすぐ例えばまっすぐ立ちを振るということはその人がそのような立場になって振らない限りまっすぐの立ちが振れないんですね。自分と立ちとの関係の中において自分を捨ててその立ちが振れるその立ちに自分を合わせていかなくちゃいけないわ。だから
たちと自分とは常に不足不利の関係にあるわけです。霊学堂道場を建てた時のその祖父の理念として神様を崇め人を敬い国を愛する、崇神敬人愛国っていうのが霊学堂道場にずっと立っていたんですけれども、やはりそのように祖父は、教育界でも青山学院の院長をしたり、国務大臣として政治にも携わってきて、で最後に、本当に自分の使命として自宅の敷地内に道場を建てたんですけれども、やはりそこには今後の日本が、戦争を経て今後日本の青年たちがどのように、人として立っていくかっていう、そういうやっぱり理想の教育の場として、もちろん野拝一流という武道を通じて人間形成ということで道場を建てたと思っています。やはりその思いっていうのをしっかり引き継ぎたいと思っていますし、具体的な技としましては今先生もおっしゃってたんですけれども、切り落としという技が一刀流にあるんですけれども、私はクリスチャンですので、本当に、自分を捨てないと捨てて初めて相手に勝つことができるという技を体感させていただいて、もう力が入ったり勝とうとすると曲がってしまったり、足より先に手が出たりって自分が崩れてくるんですけれども、正しい素振りを教えていただいて、それをしっかりと自分の軸を立てていくこと、自分の中心軸を立てていくことっていうのが、人生の中でも非常に、生きていますし、またクリスチャンとしてはイエス様が、十字架の前で本当に、十字架におかかりになることで自分を捨てて死にも打ち勝ったっていう、そこと、祖父もクリスチャンでしたので、やっぱりキリスト教の信仰と武道っていうのがそこでぴったりと一致しておりますし、やっぱり自分を己の自我っていうんですか、そういうものを捨てて初めて打ち勝てる愛っていうものを、武道からも、学んでいます。でそれがやっぱり人生に生きていると思います。伊藤一東斎先生から一刀流がそれぞれ派生したわけですけれども、小野派一刀流の場合には小野次郎門忠明がご流儀として将軍家に採用されたものですから、その点において新陰流と並んで日本の剣道の中心的な役割を果たしていると思います。当時の諸派においては新陰流かもしくは小野派一刀流は必ず入ってますから、ですからその点において小野派一刀流というのはずっと中心的な流儀であったろうと、そのように思いますがね。技は当然切り落としですよね。津軽信正という方が、弘前の藩主だったんです。それが小野家と非常に関係が深くて、三代目忠夫と非常に深い関係にありましたもんですから、その中に聞き書きがありましてね、でその中に常時切り落としなり時々刻々に切り落としなりで、全ては切り落としに始まって切り落としに終わるというのがあれですね。でその切り落としというのは青眼合掌、構えはここに始まってここに収まると。でここから太刀は全て出てここに全て収まるんだと、そこに太刀筋が集約するということをはっきり記してますから、もし笹森先生が弘前の太刀をそのままついたとしては当然そこに来るはずです。はい、いろいろな流れを経てですけれども、でもその津軽家から祖父がしっかりと伝承されたっていうことは非常に意義深いことだと思いますし、その組み立ちの中のその流れ一つにしても本当によく練られて、全ての武道の基本となるような、に通じるものを含んでいる、普遍的なものを含んでいるのが小野派一刀流だと思います。ですから小野派一刀流を稽古していると、その
林崎流その居合刀にしても、直元流という大薙刀にしてもその、渋川流という、十手術にしても体にそこで新たに何かを形を作って、それを学ぶというんではなくて全ての武道に共通しているその体ですとか、歯についての考え方とかもそこに全てが含まれているのが一刀流ですので、だからそれ一刀流の本筋をしっかり学んでおけばいろんな表現は道具とか表現が違っても、いろいろな武道に通じるっていうことが体験として分かりましたので、それだけやはり普遍的な真理を含んだ素晴らしい流派だなというふうに思っております。当然あると思いますよね。で先ほどから申し上げているように古くは単なる闘争の術としてあれしたのが徳川幕府によって極めて平穏な時代が約300年近くですね、300年弱続いているわけです。その間に人はその平和の中でのありようというものを考えたはずですよね。その点において兵法そのものもその中でもって若干の変更はあったろうけれども、より洗練されていった部分が多々あるんじゃないかと思います。それをよく表しているのがやっぱり小野派一刀流だったんじゃないかなと思います。ですから道家の中に「打つと思うな身を守れおのずから戻る雫綾の月」と言ってるわけですから、最初から殺伐として相手を殺すんだという流儀では最初からなかったわけですよね。それは流水レーラの話ですから、一刀斎の時代からそうでしょ、その道家はね。ということは一刀流そのものが決して人を倒してあれするというよりは、むしろ護身の術として自らの生を全うするということを第一にしてた流儀だという、そのように思いますがね。多分鬼御手ができたのは3代目か4代目じゃないかと思いますがね、文献によればね。ですからそれまでは寸止めの形でやってたんだろうと思います。刃引きないしは木刀で。でその後でもってやはり実際にさっきあれして平和の時代であっても太刀というものはやはり、切るということが一つの大前提ですから、だからそのために手の内を作るためにはやはり小手を作らせて、で実際に打たせたというのがあれじゃないでしょうかね、目的だったろうと思います。ただ中西の方では4代目5代目か中1の時に中西が分離して、それで中西の方では四つ割りの竹刀を使った竹刀打ちがあれされますけれども、小野家の方はやっぱり古い時代から袋時代っていうのがある程度作られていたようで、それで組の一部についてはその袋時代でやるというようなこともあったようですけども、基本的には木刀を使うという。それはなぜかといえば太刀剣道ですから刀を使う技術ですよね。ですから刀には刃があって反りがあってしのぎがあって切っ先がある、で柄がある、鐔があるというそのものをいかに使うかというところが具体的に示さなきゃいけないわけ。竹刀は直線ですよね。直線円筒形ですよね。そうするとそこと実際の刀との間の齟齬ができるわけですよ。鬼御手と木刀を使った方がその太刀についての理解というのはよっぽどできるということになると思いますがね。
本当のことを申し上げると、もし本当に当法というものを求めるんだったらば、しない打ちをやった人は一生身につかないです。最初にしない打ちの癖をつけてしまったらね。では一度それを捨てなくちゃいけない。そこでもう一度剣道当法というものに身を捧げて、そこからもう一度しないに変えれば、そこは新たな世界が見えると思います。それは小野寺先生、大川中太郎先生もなんかもそういうことをおっしゃってましたよね。ですから当法、打ち合いというものとね、打ち合い競技というものと当法というものは、当法という本来の剣道ですよね。立ち筋の上に人生を浮かべて裏打ちさせて生きるということ、それはもう別なことになってしまいましたね、今の時代ではね。昔の人はみんなその裏打ちでもって生きてたわけでしょ。当法というものは触れたら切れる、触れたら命がなくなってしまうという世界の中でもって、江戸時代の侍でさえいつ腹を切ってもいいと思ってたんでしょ。その人たちのバックボーンに太刀があったわけです。それはその流儀を問わずね、日本の剣道っていうのはそこにあったわけですから。だからそこの精神性のあるところと、もちろんその競技によってゆえっていうのは勝負をね、勝負を争うことによって高まるということはもちろんそれはそれでいいんですけれども、そこのところのありようがね、もう最初から違っていると思います。ただしばらく前まで3、40年前くらいかな、まだそういう先生方が皆さん生きてらっしゃいましたから、だからそういう影響もあったろうと思いますけど、今の時代はどうでしょうか。使って午前中は礼拝午後は夜私たちは夜日曜日の夜ですけれども、その祖父がいた頃と変わらずに夜の稽古、日曜日の夜稽古をさせてもらっています。でやはりさっきも申し上げましたけど切り落としの精神ですね、一刀流の根本の精神と、キリスト教の、精神は全く合致しているので、そこにはよくね武道とキリスト教違うんじゃないかってご意見もありますけど、そこは武士道精神と一致しているので矛盾なく使わせていただいてますし、それはずっと変わらないと思います、今後も。はい、やっぱり一刀流をやることで自分のその物差しというんですかを与えられたんですね。物差しって分かるかな自分の基準です。だからそれはどの場面でも対応できます。その仕事でも生徒との関係でも他の人間関係でも、自分の中にぶれない軸があって、そしてそれをこう相手と対峙した時に1対1でネットも何も通さずにこう向き合って呼吸を合わせてやるものなので、なんて言うんでしょうね、相手の呼吸に合わせてこう自分もこうなんて言うんでしょう、動くこともできるし、すごい人生すべてにこの一刀流が役に立っていると思います。だからやっぱり若い人たちにはもう今本当に時代が揺れ動く中でいろんな価値観があって、何が大事かブレているっていう、特に日本の若者は、自分の軸を探すのがとても逆に物質的には豊かであるからこそ自分の軸を探すのがとても難しいと思うんですけれども、この古武道の世界で、歴史を学び、真について自分の軸をきちっと持つっていうこと、自分をその中で育てていくっていうことで本当に豊かな人生が開けると思いますし、本当に実際道場には素晴らしい先生方がたくさんいらして、どれほど計り知れない影響を受けたか分かりません。
全然その道場に毎週行く人生と行かない人生だったら全く違うものになっていたと思います。いろんな職業の先生方もたくさんいらっしゃいましたし、武道を通じて本当に多くのことを教えていただきました。霊学堂道場はそうですね、芸術家彫刻家の先生もいらっしゃるし、画家の先生もいらしたし、そういう警察の方ものお仕事の方もいらっしゃいましたし、いろんな方も学校の先生もいらっしゃいましたし、そういったでもその中でいろいろ立場とか職種とか身分とかいろんなものは違うんですけれども、本当にその道場の中ではそういった身分の違いとか年齢の違いとか男女の違いとか、そういったものが全く関係のない本当に理想とする世界なんですね。今の世の中でそういう理想とする、場っていうのは他にないんじゃないかなって思うんですね。どこ行っても本当にみんなが平等で、稽古の中でお互いが通じ合える世界、っていうのは他にはないんじゃないかなと思って、その場が与えられたことが幸せですし、そういった中でつながれる人たちっていうのは本当に家族のようなみんな存在で、深い絆を持って、人生に関わり合ってる人たちだと思っているので、やっぱりそういう出会い、そして自分の物差し軸っていうものを持って、生きていってほしいなと思うので、ぜひ若い人たちもどんどんと増えていってくれることを望みます。要するに組立ちって型ですよね。組立ちっていうのが勝負の話ではなくて、むしろ創造の話ですよね。ものを作る。でそれは一方では流祖との対話になるわけですよね。そこのところがやっぱり今までとちょっと違う。今のスポーツ的な、あるいは武道的なっていうか、スポーツ武道っていうのかなとはやっぱり違うと思いますね。だから内立ちの方は下のものを引き上げてあげる。その道に入るように、その道に合うように、そのためには内立ちの方が正しい道筋を使い立ちにね示してあげないと、使い立ちは100年やっても200年やってもその正しい筋道を見つけることができなくなっちゃう。そうやって正しく育てた人が内立ちになるわけでしょ。でその人が次の人を育てるわけですよね。だからそうしないといけないわけ。決して内立ちが僕が強いんだ上手だからといって志立ちの人を叩いたりやりにくくさせたり、そういうことは許されないわけですよね。ね。だから相手の人が正しく来るように、正しい道に来るようにということを願ってね、それでそこに筋を出してあげる、立ち筋を一本出してあげるというところがね、やっぱりそうやって二人でもってその世界を作る。日本の武道というのは決してその闘争の術だけではなくて、やはりそれぞれの人がそれぞれの人を引き上げてお互いに一緒に生きていけられるようなところを望んでたところがあるんだろうと思うんですね。だから私も死にたくなければあんたも死にたくないというところがあって当然だろうと思うんです。そこのところまでその太刀を出せるように、私らも稽古はしたいなと思いますね。きっとそこにいいものが出てくるんじゃないかな。それがあればきっと古武道は滅びないと思いますね。そうですね。私が出会ってきた私が学んだ先生方っていうのは本当に命を懸けて、自分の人生を懸けて、全てを捧げて古武道の八刀流、その霊学堂というものに向かってくださった素晴らしい先生方たちでした。で今も、その流れがしっかりと続いていますので、
私もその流れの一つとして、鎖なんていうんですか、もうやっぱり一つでもその歴史の流れ、今まで何百年も続いてきたその一刀流の中で多少その表現が変わったとしても、続いているものがずっとあるわけで、それがその津軽家に行ってその祖父にこう伝わってきて、そしてこちらどんどんこう流れてきている時に途切れてないんですね。でもその鎖を一つでも途切らしてしまったら、その世界っていうのが逆に言うと変わってしまう。大事なところが本当に直接に教わらないとわからないところ、その書で書いてあったり写真で見るだけでは絶対に伝わらない、本当にこう実際に稽古をして直接に手を取って教えていただかないとわからない部分というのがありますので、この鎖が一つでも欠けてしまうと、もう今までの豊かなものっていうのがなくなってしまうって恐れも同時にありますので、自分も鎖の一つとしてその大事なものをこぼさないように次に伝えていくっていうことが使命だと思いますし、そのために人生を捧げていきたいなというふうに思っています。とんでもないです。すいません。長時間お疲れ様でした。ありがとうございました。